んにちは、ネイルの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日紹介する動画はですね、制作動画になるんですけれども、いよいよですね、スワニーさんとのコラボ作品による生地が、完成しまして、早速ですね、洋服に仕立てております。自分のパターンを探していたところですね、2015年の頃はまだ洋服を作って販売とかをしていた頃なんですけれども、その時の型紙がちょうどよくあって、こちらの生地を使って紹介していきたいと思います。よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。今回紹介するのはですね、キャミワンピになります。過去にもね、紹介しているんですけれども、ちょっとですね、こちらの方は、ワンランクアップしていきますので、初心者様よりはちょっと中級レベルになっていきます。で、本体を2枚と、あとポケットもつけようかなと思ってますので、ポケットを、1組分ですね。で、今回使用するのがですね、このバイアスの斜めにカットしたバイアスのテープ、前身頃と後ろ身頃に使うパイピングテープになります。そしてこちらは肩紐ショルダーになります。サイズの方はこちらの画像の方をご覧ください。まず最初にですね、作業しやすいように両脇と裾にロックミシンをかけています。家庭用ミシンで作られる場合はですね、ジグザグミシンとか立ち目かがりとか、そのような感じで仕上げておくといいですよ。長さが足らないところはですね、このような感じでつなげています。つなげたら縫い代を開いてアイロンで同時にもう2つ折りにしてですね、折り目をつけていきます。で、はみ出た部分はカットしておきます。アイロンで折り目をつけるときはこの中央のところ2ミリほど開けて、片側のみアイロンをかけておきます。そしたらこの短いのもすべて同じようにして仕上げていきます。まずはここの胸元のところのギャザーをつけるために合い印を入れていきます。ギャザーの縫い止まりのところに印をつけるんですが、ちょっと横着しちゃうんですけど、4枚重ねて印をつけます。で、この角のところからだいたい4センチ、5センチぐらいのところに5ミリほどの切り込みを入れておきます。こんな感じで切り込みを入れておきましょう。これがギャザーの縫い止まりの位置になります。そしたらですね、ここからもう一回2つ折りにして中央の合い印をつけておきます。中央の合い印がここの輪のところになりますので、これ1箇所はねもう V 入れてあるんですけれども、後ろのところですね、これで前後でちょっとサイズを変えていますので V の形も変えるようにして見分けがつくようにしてみました。ちょっととんがった V と少し広がったような V、 少し広がったような V が前身頃、ちょっととんがったような V が後ろ身頃になります。で、この中央の合い印がついたら、さっきのこのギャザーの縫い止まりのところを重ねて、で中央とでさらにですね、もう一回2つ折りにします。もう一度2つ折りにして、このギャザーのところ、合わせるところですね、ここに合わせて、この部分ですね、この部分をこの輪になったところ揃えて、合い印の切り込みを5ミリほど入れていきます。こういうふうに分かるようにちょっと切り込みをね5ミリほど入れておきましょう。はい、そしたらですね、こちらの
ギャザーに合わせるテープの方にも合い印を入れていきます。まず縫う面がですね、こちらになりますので、折ってない面の方に合い印をつけていきます。まず2つ折りにして、中央の合い印はいつものようにですね、V の合い印をつけていきます。じゃあこんな感じで V の合い印がついたところです。そうしたら、四つ折りにして、この4センチのところですね、このような感じに合わせてギャザーの分量を決めておきます。5ミリほど切り込みを入れておきましょう。そしたらギャザーを入れていきます。ギャザーは2本入れます。で、粗ミシンにしますので、縫い目の長さは 4.0 ぐらいにしておきましょう。で、ちょっと長めに糸を残しておいて縫い進めます。そしたら縫い止まりのところに来たら、自動糸切りを使わずに針を上に上げます。で、少し長めにして糸を切りましょう。大体5センチぐらい残しておきます。同じようにして縫っていきます。はい、では、このように縫い終えたところになります。そしたら縫い終わりのところの4本をまとめて縛っておきます。そうしたら反対側からこの上糸2本を引っ張り出して、2本をぎゅーっと引っ張っていきます。で、ギャザーを寄せていきます。使用する生地はですね、薄手のものだとこうギャザーが綺麗に寄りやすいので、選ぶ際にもちょっと着目していただけたらと思います。はい、こんな感じでギャザーのバランスが均一になるように、整えたらですね、先ほどのこちらのテープを合い印に合わせて留めていきます。裏面、生地の裏面に合わせていきましょう。まずこの中央の合い印で合わせたら待ち針で留めましょう。で、端も合わせていきます。こちらの合い印もこの切り込み入れたところと合わせます。こうすることでギャザーが均一になってきます。で、もう一度ですね、表にした状態でギャザーをバランスよく整えておきましょう。そしたら縫う面はですね、こちらを見ながら、目打ちで整えながらギャザーの上を縫っていきます。糸をぐーっと引っ張ります。ちょっと一緒に縫い込んじゃってる部分もあるかなと思うんですけど、はい、じゃあ糸が抜けたところでアイロンかけていきます。これをやっておくとね、だいぶ仕上がり綺麗になります。そしたらね、最初につけた折り目もあるんですけれども、一応ね、ここでもう一度で、ここをくるんでいきます。ここがね、一番難しい箇所になります。四つ折りにした時にちょっとダボつくところとか膨らみがありすぎるところなどは、こういうふうに少し切り落としをしておきます。
そしたら両脇を縫います。まずね、ポケットのない方1センチ縫っていきます。ポケットの付け方は他の動画でも紹介していますので、そちらの方を詳しく紹介しています。そちらをご覧いただけたらと思います。一応今回軽く説明します。この脇から18センチのところに印をつけます。このポケットのところはですね、上と下のところに 1.5 センチのところに印をつけたところです。で、この印と18センチで今つけた印が合うように中表にして重ねます。そしたらこの印から印までを縫います。そしたら肩紐を縫います。重なり部分は返し縫いにしていきます。これで完成になります。いかがだったでしょうか。裏面はねこんな感じになっております。ギャザーがね均等に綺麗に仕上がるようになる方法を紹介させていただきました。前後が分かりにくくならないようにこういう風にねちょっとレースのタブを挟んでみました。こんな風にするとね着る時の目安になりますので、よかったら参考にしてみてください。肩紐はね身長とかに合わせて長さなど変えるなどしてみてください。今回はですねちょっと初心者様というよりは中級以上レベルの方に向けのこのワンピースの作り方の紹介になりました。制作動画になりましたので一部ですねちょっと撮影が漏れてるところとかもあったんですけれども、肩紐の付け方とかギャザーの寄せ方、付け方など、少しでも参考になるところがあれば嬉しいなと思っております。でこちらの生地ですね、もう大変好評で、販売中でございます。概要欄の方にですねスワニー様とのコラボ記事の方、掲載リンク販売先ですねリンクの方貼っておきますので、よかったらそちらの方ご覧いただきながらですね、この生地ねバッグから小物そして洋服まですごくねおすすめの生地です。メンアサシーチングという薄手なんですけど薄すぎない、タンブラー加工されてふんわりとしていますので、生地の方ご購入ご検討いただけたら嬉しいです。ちょっとこういうね生地の風合いとか洋服に仕立てた時のこの透け感とかそういうところがですね伝わればいいなっていうふうに思っております。意外とこれ1枚だとスケスケになるんですけど、こういうふうにねちょっとパンツとかと合わせてみると意外とねこうちょっと大人可愛い感じで着ることができますので、今回はですね2015年の頃の型紙だったのでちょっと着丈がねだいぶアウトな感じなので、これをロングにしたりとかするともうちょっとおしゃれな感じになるかなっていうふうに思っております。そちらのね次の動画の方は娘に作ったイエローの生地で作っておりますので、そちらの方の動画の方も楽しみにしていてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。